こんにちは。埼玉の片隅から釣り人の片隅さんです。今回は橋の下で釣りをした動画をいくつかまとめまして、それに合わせて喋りたいと思います。このチャンネルでは橋の下、橋の周辺が高ポイントになるんじゃないかというようなことを時々お話ししています。この時は3.6 メートルの竿で立ち浮き流し釣りですね。この辺りは案外深いんですね。それで浮き下80センチくらいから始めてみようということで、釣りを始めました。行った時期はですね、12月でしょうかね。初冬の釣りということになりますね。案外流れがある。水面見てるとそれほど流れがあるようには見えなかったんですけれども、実際浮きを流してみると案外流れているなという感じでした。寒い時期になりまして、さすがに最初から反応はありませんでしたね。この場所なんですけれどもね、川島町一の川に架かる橋の下なんですね。これまで一の川と、このチャンネルでお話ししていたんですけれども、視聴者の方から正しくは一の川ですよというご指摘をいただきました。ありがとうございます。それで、そうだったんだと、そこで初めて知りまして、今後は一の川と発音していくことにします。ここで初めての当たりがありましたね。それで即釣れてきました。釣れたのはタモロコですね。冬場の一匹は特に嬉しいですね。最初の一匹が出ると安心できるという感じ。この辺りからもっと向こう側の橋脚寄り、そして浮き下ももっと水深があるということで深くして、釣りを再開していますね。釣れました。タモロコですね。中層よりももっと低層の方に魚が集まっているようですね。水温が下がってくると深場の水温が安定したところに魚が行きやすいという面がありますね。タモロコが続いてます。ここでも橋周辺は高ポイントなことが多い気がしますと言っていますけれども、また当たりがあってかかりました。橋の周辺、いくつか高ポイントになりうる要因があると思うんですけれども、川の流れを橋脚が変える、せき止めるということまではいきませんけれどもね、そうすると流れの向きが変わったりとか反転流が起こったりとか、そういったところに小さな虫や魚の餌になるプランクトンなどでしょうかね、これが集まりやすくなると、そうすると魚もそこへ寄ってきやすいというようなことがあるみたいですね。この日の釣果は
タモロコがたくさんでした。これは同じ一の川、もう少し上流吉見町の、これは慈雲寺橋でしょうか。当時工事をしていたんですね。護岸工事。その何というんでしょう、土のうのような石の入った網が積み上げられていまして、そこのところ流れが緩やかでちょっと釣りになる小物狙いで竿を出してみましたところ、タモロコが群れているということで、市販の棚子仕掛けを使って小物狙い、もう入れるたびに反応があるというぐらい、魚が泳いでるのも見えるんですけれどもね、とにかく餌を投入するとすぐ集まってくる。ここはその後護岸工事が完了しまして、この時のような様子ではなくなっていますね。それでまた釣りをしてみたいかなと思う気持ちもあるんですけれども、周辺で、河川工事ですか、なんていうか工事をしているようで、工事車両が入ったり通行禁止になってるのかな。そして昨年は一度もここへ行くことはできませんでしたので、現在どうなっているかはちょっとわからないんですけれども、また覗いてみたいポイントではありますね。場所が変わりまして、富士見市新河岸川放水路、これは時期は6月ですね。この護岸がむき出しのこの辺りが橋の下なんですね。ちょうどもう草刈りが終わってきれいになっていた。ですがそうでなくても橋の周辺、結構草があまり生えていない、日陰になっていることが多いということもあるかもしれませんけれども、それで水辺へアクセスしやすいという点もありますね。1.8 メーターほどの竿で浮き仕掛け、浮き下は徐々に調整するとして、とりあえず大きめに餌をつけて1投目投入なんですけれどもね、もうすぐに反応が出ていますね。新河岸川放水路、そして瓶沼川ですね。この下流の瓶沼川、この辺りはもうとにかく釣り人さんがとても多い場所。この時行ったのは夕方だったんですけれども、それが良かったのか、橋の下また周辺にもあまり釣り人さんがいらっしゃいませんで、釣れました。これはスゴモロコですね。またすぐに浮きが動きまして、単発でなくかかった。これもスゴモロコかなと思いましたけれども、これは追い川でした。ここはいろいろな魚が釣れるんですね。ちょっと小ぶりの追い川。橋の下で日陰になってくれるということでですね、自分は
紫外線がちょっと大敵なもので、これから釣りをするにあたって日の光を遮ってくれるようなこういった橋の下での釣りというのはとてもできたらありがたいなという感じで、また動画を見直してるわけですけれども、続けてよく釣れてますね。追い川ですね。日中暑かったけれども夕方は風が涼しい、そんな日ですね。夕日が西日が少し出ているんですけれども、橋が遮ってくれる。100円ショップで買った網、これが重宝しますね。すくい上げまして釣れましたと。これは船なんですけれどもね、その日陰なんですけれども、人間だけでなく魚にとっても、例えば夏場などは直射日光を避ける、そこだけ水温がガッと上がりづらくなるということもあるかもしれません。またはですね、上空を鳥が飛んだりして、捕食される橋があることによって、そこの周辺にいればですね、鳥がそこを飛びづらくなるので、捕食されにくくなるというような、そういうことも関係あるかもしれませんね。またちょっといい手応えで何かかかってますね。網を使ってすくい上げてます。またこれもいい手応えでかかってます。こう空気を吸わせておとなしくするっていうんですけどね、ピュッピュと魚が水を吐いた。これも網ですくいます。船が釣れてますね。野良猫がいたりしてね。この日の釣果は結構釣ってますね。スゴモロコに始まり、追い川、船、これらの魚が釣れました。場合によってはもっと違う魚なんかも釣れたりして、とても楽しい新河岸川放水路の橋の下の釣りでしたね。場所が変わりました。ここは川越市九十川なんですね。九十川の橋の下で釣りをしています。この時は12月に入ってからすぐの頃だったと思いますけれども、 1.8 メーターほどの浮き仕掛けで、餌を大きめにつけて、かなり底が浅いんですけれども、とりあえず竿を出してみたという感じ。やっている間に魚が寄ってくるかもしれないという、そんな期待もありまして、ちょっとやってみたんですけれどもね、何度か流して魚の反応を待っているんですが、なかなか反応がない。魚影も特に見えないということで、
どうしたものか。ちょっと横にですね、排水路、これの出口があるんですね。流れ込んでくる橋のすぐ横ですね。それで水が動いている、魚の活性が上がってるんじゃないかということで、こちらを狙ってちょっと竿を出すことにしてみました。日向で暖かい、日は当たってるんですけれどもね、一応橋の下に陣取っているということですね。浮きにちょっと反応が出たような感じ。こっちの方が魚がいるかもしれないということで、何度か試している。時々魚が跳ねるのが見えたりして、だからやっぱりこの周辺魚はいるんだなということは分かりました。それでちょっと粘ってるんですけどね、1匹目が釣れました。口細ですね。口細が釣れました。ちょろちょろと当たりが出始めたので、続いてくれるんじゃないかなという期待を、胸に、また同じような場所へ流してます。この場所は以前通りかかった時に何人か釣り人さんが竿を出していたんですね。それはまさに真夏でした。橋が日陰になって幾分涼しいわけですよ。それでここに釣り人さんが何人かいたんだろうなという。でも釣り人さんがいる場所っていうのは釣れる場所であることが多いですね。で、自分も実際行ってみたということなんですけど、船が釣れましたね。船もいるんだという驚きというか、素直に嬉しい。またかかりましたね。やはりこの少しではありますけれども、流れ込みがあるこの周辺、高ポイントになっているのかなということで、高低差があるので網を伸ばすのがなかなか大変でしたね。なかなか12月になってくるともう気温もかなり下がりますし、だんだん釣れなくなってくる頻度が高い、そんな中でもこの日は魚がよく反応してくれて楽しい釣りになってますね。また網ですくってこの日の釣果です。船と鯉、それから口細ですね。結構この時も釣れました。あまり期待せず釣りをしたのでとても嬉しかったですね。ここは坂戸市越辺川に架かる八幡橋です。木製のように見えますけれども、完全木製ではない、軽自動車なども通行できるような、そういった橋でした。これ調校したのは12月になるでしょうか。橋の下で釣りをしたわけではないんですけれども、橋の周辺、仕掛けを橋の下まで流して釣ったりしていたということ、それから
2022年6月の大雨によりこの橋は損傷してしまうんですね。それでその時に点検したということなんでしょう。橋脚の一部に腐食が見られるということで車両通行止めになってました。その後歩行者も含めて全面通行止めになって現在に至ると。それで先頃ですかね、2025年7月解体撤去予定ということを目にしまして、名残惜しいというかね、そういう気持ちもありましてここで取り上げてみました。なかなかこの橋を見ながら釣りをするというのも風情がありましたけれどもね。浮きが動いて1匹目が釣れました。これはスゴモロコ。すぐ上流で飯盛川と合流しているんですね。飯盛川の方ではスゴモロコを何匹か釣ったことがあります。今軽自動車が橋を渡ってきました。いいシーンがカメラに収まってましたね。流し釣り、橋の下まで浮きを流す。また釣れましたね。スゴモロコです。何も目標がない場所を流すよりもちょっとアクセントになるような橋の下ですとか橋脚周りですとか、そういったところにポイントがあるのかなという感じがします。珍しい橋がまた一つなくなってしまうということで、個人的に残念な気持ち、または周辺の住民の方々はこの橋を使って往来をされていた、それがなくなってしまうのでご不便になるのかなという、そういう想像もありますけれども、またこの動画を見て八幡橋のことをこれからも思い出したりして、ああいう橋あったなと思うことはあるでしょうね。ということでご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いします。